はい、今回は Steam Deck の有機 EL モデルを使ってみてどうだったのかって話をしたいと思います。初代 Steam Deck から実際のところ何が変わったのかって話とともに Steam Deck というポータブル機を長く使って気づいたこともありますので、ついでに話をしたい。最初の Steam Deck が出た時もレビューしたんですけれども、新しいモデルが出た今ではちょっと話も違うし、だいぶ使い慣れてきた現在では私自身の Steam Deck の使い方も微妙に変わってきていますからね。他社のポータブルゲーミング PC と比較するようなデバイスではないし、全くの別物だからこそ私も使っているわけですからね。ちなみに今回の動画を作るにあたり、Steam Deck を販売するコモドさんから製品提供をしていただいております。ただそんなことはお構いなしにレビューしたいと思ってますので、そんな私を疑い深く見ながら楽しんでいただけると幸いです。はい、それではまず初代 Steam Deck と新型有機 EL モデルのスペック比較からさっくりと見ていきたいと思います。初代 Steam Deck の液晶モデルは海外に遅れて日本では販売開始となりましたが、有機 EL モデルは海外と同じく2023年12月に発売となりました。日本では短いスパンでの更新のイメージがありますが、実際のところは2年弱でのリニューアルという感じです。じゃあこのリニューアルで何が変わったのかというと、APU メモリと微妙な変更点はあるものの、基本的に処理スペックやグラフィック性能は変わっておらず、主に変わったのがディスプレイ性能とバッテリー性能ですね。ディスプレイが液晶ディスプレイから有機 EL に変わっており、リフレッシュレートが 60Hz から 90Hz へ、HDR にも対応し、画面の明るさ、最大輝度が400ニットから1000ニットへと大幅に向上しています。初代 Steam Deck の難点だったバッテリー持ちが悪いという部分も、40Wh のバッテリーから 50Wh のバッテリーへと改善されており、実際にゲームプレイできる時間も 1.5 倍ぐらい長くなっています。その他にも Wi-Fi や Bluetooth といった通信性能も向上しており、細かい部分では入力インターフェースも改善されてるんですけれども、正直スペックだけ比較してても分かりづらいと思いますので、私が実際に使い比べて感じた違いについて、続いて一つ一つ具体的に見ていきたいと思います。はい、それでは有機 EL モデルで進化したところ、変わったところについて、まずは何はともあれ値段ですよね。Steam Deck の有機 EL モデルでは、従来の液晶モデルの価格帯そのまま、スペックは進化したので、コストパフォーマンスがさらに高くなりました。コスパが高くなったっていうところで一番わかりやすいのがストレージ容量に対する価格です。従来の液晶モデルの 64GB と 512GB は廃止となり、液晶モデルの 256GB を 79,800 円から 59,800 円へ値下げ。従来の 64GB の価格で 256GB が買えるようになりました。新たに登場した有機 EL モデルは 512GB が 84,800 円、1TB が 99,800 円。最上位の 1TB モデルのみ、反射防止のプレミアムアンチグレアエッチングガラスを採用しているのは従来のモデルから変わりませんが、有機 EL モデルでは新たにケース内側にさらに薄型ケースもついてくるようになりました。内側ケースだけでも持ち運べるので、よりコンパクトに運べるというもの。従来の液晶モデルが 512GB で 99,800 円だったことを考えると、新型では有機 EL になって 512GB で 84,800 円は間違いなく格安ですよね。円安で海外デバイスが値上がりを続ける中、Steam Deck は明らかに性能が上がってるにもかかわらず、値段が下がるってことは非常に稀なパターンで素晴らしいこと。だからこそ発売当初から完売状態であり、定期的に再入荷してるんですけれども即日完売してるという人気っぷり。動画を上げている現在も全てのモデルが売り切れであり、円安になりまくってる昨今、今のうちに買っておきたいし、買ったところで今後値下がりする可能性も低いでしょう。Steam デバイスすごい人気ですからね。似たような他のポータブルゲーミング PC と違って、値崩れがしづらく、リセール価格も高いのも Steam Deck の大きな利点だと思っています。はい、続いて有機 EL モデルで進化したところ、本体が軽くなって操作性が向上しています。本体サイズは全く一緒で、見た目も電源ボタンの色がオレンジに変わったくらいで、外観はほぼほぼ一緒なんですけれども、入力インターフェースのアナログスティック、トラックパッド、ボタンが改良されています。アナログスティックは中央が凹みグリップしやすい形状となり、摩擦性向がある滑りづらい素材に変更となっています。以前はプラスチックっぽい素材だったんですけれども、ちょっとゴムっぽい素材に変わった感じ。スティックのバネの力も軽くなっており、以前よりグリグリ回しやすく、耐久性や防塵性能も向上しているとのこと。ついでにスティック根元の部分の色が白から黒に変わっています。
黒い方が有機 EL。ABXY ボタンの押し心地も全体的に軽くなっており、ボタンの戻りも早い気がする。ボタン印刷の色はホワイトからグレーっぽい色に変わっています。トラックパッドも食感と精度が向上しており、さらに繊細なカーソル操作が可能へ。触覚フィードバックでグゴグゴグゴってする振動もよりリアルになった印象です。まあこの辺のところは言われてみればって感じで、正直言われなければわからない。また、ボディの素材が変わったことにより軽量化も実現しています。本体の重量は 669g から 640g へ。29g ほど軽くなったんですけれども、全体的にプラスチックっぽい質感になった感じがあるんですよね。黒光り感が薄くなって、なんて言うんでしょう、ちょっと安っぽい。まあ重い素材の方が質感高く見えるっていうのはあるじゃないですか。重厚感ってやつ。オレンジのアクセントカラーも正直いらなかったし、起動画面のアイコンもオレンジですからね。なんでオレンジ？実際のところ、この重さの部分も持ち比べれば軽く感じますけれども、やっぱり重くてでかいのは否めない。軽くなったかって言われれば、はい、続いての進化ポイントはやっぱりディスプレイですね。新型モデルはディスプレイパネルが液晶から有機 EL に変わっただけでなく、HDR に対応となり、ディスプレイも明るく、輝度400ニットから1000ニットへ。リフレッシュレートも 60Hz から 90Hz へと向上し、ディスプレイサイズも7インチから 7.4 インチへと大きくなりました。この中で体感できるほど違うと感じたのはディスプレイパネルと輝度の違い。有機 EL によりコントラストが高く表現できるようになった、より鮮やかになったっていうのもあるんですけれども、明るさが倍増したことも結構大きな違いだなと感じています。太陽の下で最低限の視認性を確保するためには500ニット以上の輝度が推奨されてるんですよね。直射日光だけでなく意外と外って明るい場所が多いので、電車やバスといった移動中にゲームプレイする場合もだいぶ見やすくなったなと感じています。これ今2つとも両方明るさマックスにして並べてるんですけれども、左側の有機 EL モデルの方が見やすいのがお分かりいただけますでしょうか。スマートフォンも輝度の違いでだいぶ綺麗に見えるようになってるし、Apple Watch Ultra も従来の Apple Watch の2倍の明るさでだいぶ見やすくなりましたからね。明るいは正義であり、明るいパネルだけで綺麗に見えるってのも事実だと思っています。画質の綺麗さってよく解像度で比較されがちなんですけれども、ポータブル機の小さい画面で綺麗に見えるかどうかってやっぱりパネルと明るさの影響が一番でかいと思うんですよ。小さい画面で解像度上げても文字小さくなるっていうデメリットもありますからね。その辺のところは任天堂さんがよく理解して証明してくれてると思ってるし、スイッチなんてスペックめちゃめちゃ低いのに画質がそれなりに綺麗に見えるってやっぱりさすがの任天堂さんだと思うのです。そんな中、ポータブルゲーミング PC では有機 EL に対応しているモデルって Steam Deck 以外になくって、画面の明るさが1000ニットを超えるデバイスも私が調べる限りは見つけることができませんでした。初代 Steam Deck の400ニット前後でとどまっているデバイスが多いですね。ディスプレイ一体型なのが売りなのにディスプレイには力を入れてないってこと。まあ有機 EL って高いですからね。あと、Steam Deck の有機 EL モデルでは7インチから 7.4 インチへ 0.4 インチほど画面が大きくなったんですけれども、これも言われてみればっていうぐらいの違いですね。0.4 インチって何センチなのかっていうと、1インチが 2.54 センチなので、0.4 インチは 1.016 センチぐらい。まあ体格で約1センチほど大きくなってるんですけれども、コンピューターゲームって16対9のワイド画面に最適化されたゲームが多いので、Steam Deck の16対10のアスペクト比では上下に無駄な余白ができるゲームが多いんです。そして私には不要だと感じたのがリフレッシュレートの向上。新しい有機 EL モデルではディスプレイ側がリフレッシュレート 90Hz を表示できるようになったんですけれども、本体のグラフィック性能がフレームレート 90Hz で出力できなければ意味がありませんからね。高性能とは言い難い Steam Deck ではフレームレートを求めるなら画質を犠牲にする必要があるってこと。AAA タイトルでは 60Hz 出力するのも難しいのが Steam Deck。かといってインディーズゲームでは 90Hz に対応したところでっていうのもあると思う。例えばサイバーパンクの Steam Deck 推奨設定ではフレームレートは30が上限となってるし、フォートナイトで画質を下げまくれば 90fps 出るとはいえ、画質を下げてまでフレームレートを上げたいのかっていうのもあるし、無理してフレームレートを上げてまでこの小さい画面で FPS ゲームをやるのかって言ったら、私はないんですよね。まあディスプレイ買うときにいくらリフレッシュレートが高くてもすんげーちっちゃいモニターは買わないですよね。ある程度の画面サイズがあってこそのフレームレート。まあでかすぎてもやりづらいんですけどね。
はい、続いて新しいモデルではバッテリーの持ちも改善されています。バッテリーが 40Wh から 50Wh へ容量が大きくなっただけでなく、全体的に省電力に仕上がってます。有機 EL ディスプレイってそもそも消費電力が少なめなんですけれども、メモリの転送速度も 5500 メガトランスファーパーセカンドから6400メガトランスファーパーセカンドへ向上しているので、処理速度の向上とともに省電力になっています。APU サイズも7ナノメーターから6ナノメーターへ1ナノメーター小さくなることで処理効率が上がるとともに電力効率も向上しています。誤解を恐れず簡単に言ってしまえば排熱効率を高めることで消費電力も少なくなるということ。従来より空冷ファンのサイズも大型化してますからね。実際のところ以前のモデルでは2から8時間のゲームプレイに対し、新しいモデルでは3から12時間とバッテリーの持ちが 30% から 50% ほど長くなっています。私の方でもホーム画面のバッテリー持ちを確認してみたところ、従来のモデルでは約8時間に対し、新しいモデルでは約11時間ぐらい。私結構使ってますんで、ちょっと誤差あるのは仕方ないと思うんですけど、それでもやっぱ長くなってる感じはありますね。具体的なところで言うと、AAA タイトルが1時間持たなかったのに対し、新しい有機 EL モデルでは1時間プレイしてもまだまだバッテリーに余裕があるんですよね。バッテリー消費の少ないゲームではもっともっと差が広がるわけで、これは思っていた以上に大きな違いだとも感じています。例えば GPU 負荷が低いゲームで 3,4 時間だったものが 5,6 時間は持ってしまうようになったわけで、これによりモバイルバッテリーを持ち運ぶことがなくなりました。この辺のところは充電速度が速くなっているのも大きいですね。約45分で 20% から 80% まで充電可能となったので、ゲームをやってない隙間時間でバッテリーも十分回復できるようになったんですよね。充電しながらゲームやっちゃうと本体さらに熱くなっちゃうんで、どちらかというと私はモバイルバッテリーより電源アダプターを持ち運ぶ派。ちなみに電源アダプターは 45W と変わりませんが、Steam Deck のロゴがアダプターに刻印されるようになり、電源ケーブルの長さが 1.5m から 2.5m に長くなりました。電源ケーブルが 2.5m になるのは地味に嬉しいポイント。1.5m では置く場所が限られるし、特にテレビ周りに置くなら配線は長い方が良い。参考までに任天堂スイッチは 1.5 メーターの電源ケーブル。ケーブルが短いってだけでなく、スイッチのドックって右側からしかケーブル出せないのが困るんですよね、これ。はい、続いて Wi-Fi 性能も進化しています。Wi-Fi 性能は Wi-Fi 5 から Wi-Fi 6E になっており、従来の 2.4GHz 帯と 5GHz 帯に加え、新たに 6GHz 帯も使えるトライバンドとなりました。これにより、通信速度が高速になっただけでなく、使えるバンドが増えることで安定したオンラインプレイも可能となったわけ。ただ、6GHz 帯を使うためには Wi-Fi 6E 対応のルーターが必要であり、Wi-Fi 6E に対応したから通信速度が速くなるとは一概には言い切れないので勘違いしないように気をつけて。実際のところ我が家は Wi-Fi 6E には未対応のルーターを使っているので、正直速度の違いを体感することはできないんですけれども、どちらの Steam Deck でも 300Mbps から 500Mbps くらいは出てるんですよね。初代 Steam Deck は Wi-Fi 5なんですけど、2×2 の MIMO に対応してるんですよ。2つの送信アンテナと2つの受信アンテナがついてるから結構高速なんですよね。Wi-Fi 6E で速いですよって言ってるデバイスは多くあるんですけれども、代表的なのが Amazon Fire TV Stick 4K Max ですね。新しいモデルでは Wi-Fi 6E に対応したんですけれども、これ 2×2 の MIMO に対応してないんで、Fire TV Cube よりも通信速度が出なかったりもするんですよ。そもそも Wi-Fi は家庭内 LAN の話。家までの通信速度が速くなければ意味がありませんし、様々な要因が関わっているがゆえによくわからないっていうのが正直なところ。私の話を含め、通信速度が絡む部分に関しては、話半分ぐらいに思っといた方が良いと思います。はい、最後の進化ポイント。Bluetooth 性能が向上しています。Steam Deck の上部に3つ目の Bluetooth アンテナが追加されており、ドッキング時の Bluetooth パフォーマンスが向上しました。また、Bluetooth コントローラーによるスリープ解除も可能となりました。Bluetooth の規格も Bluetooth 5.0 から 5.3 へと進化しており、aptX HD や aptX LL の新しいオーディオコーデックにも対応へ。初代 Steam Deck の SBC コーデックに比べて圧倒的に低レイテンシーなので、音ずれも発生しづらくなりました。特に音ゲーをやる人にはこれは結構大きな違い。Bluetooth のオーディオコーデックの代表的なものとして SBC、aptX、LDAC、AAC があるのですが、主にゲーミング用途で使われるのが SBC と aptX。Bluetooth ではサブバンドコーデック、いわゆる SBC が標準コーデックであり、aptX は音質劣化も遅延も起こりづらい次世代のコーデック。aptX では低遅延で CD 並みの音質を実現。aptX HD はハイレゾ相当の高音質へ。
aptX LL は aptX よりも音質は劣りますが圧倒的な低遅延、ローレイテンシーとなっています。ゲーム用途で重要となるのは音質よりも遅延、いわゆるレイテンシー。レイテンシーについては諸説ありますが、標準コーデックである SBC の遅延が約200ミリセカンドに対し、aptX では約70ミリセカンド、aptX LL では約40ミリセカンド未満と言われています。人間の脳は100ミリセカンド、約 0.1 秒以下の遅延を感じ取ることは難しいので、とりあえず aptX に対応してくれるだけでもう安心。音のズレが致命的なゲームをやるなら aptX は欲しいのです。もちろん Bluetooth の最新規格 5.3 に対応することで以前より通信の安定性も優れているわけで、外で移動している時でも途切れづらいし実際に途切れないのでストレスなくどこでも使えるってのもあると思います。参考までに Nintendo Switch は SBC であり、そもそもプレステや Xbox は Bluetooth オーディオ接続に対応していません。PlayStation リモートプレイヤーも Bluetooth ではなく独自ワイヤレスオーディオ技術、PlayStation Link を採用してますからね。音質云々の話はさておき、こういうことをやっちゃうのがプレステ。ちなみに有機 EL モデルの Steam Deck では内蔵スピーカーの音質も向上しているのですが、初代 Steam Deck のスピーカーの音が良すぎて違いが正直わかりません。どちらも携帯ゲーム機とは思えない迫力サウンド。ゲームの音の重要性にも気づかされちゃったのが私。Steam Deck をテレビに接続するなら、テレビのスピーカーにも気を配った方が良いってこと。テレビの音を高音質化するのにお手軽なのが Alexa ホームシアター。Amazon のエコーを Alexa って使うだけではもったいないですよっていうのは以前お話しした通りです。音が重要なのは何も映画だけではないわけで、下手にディスプレイにお金をかけるよりも圧倒的に迫力が出ますからね。臨場感のコストパフォーマンス。はい、続いて有機 EL モデルで進化してないところ、逆に変わってないところについて。ディスプレイ性能は向上しましたが、本体のグラフィック性能は初代 Steam Deck から全く変わっていません。出力できる解像度は HD 解像度のまま。外部ディスプレイに接続しても高解像度出力は本体スペック的に無理があるというのは変わっていないのです。処理スペックが改善されたというところでは、スリープからの再開時間が約 30% 短縮されたみたいなんですが、実際のスリープからの復帰時間の違いはあんまり体感できませんでした。もともとスリープ復帰は早いので別にいいんですけどね。というわけで、主に変わったのは、ポータブル時に高画質になったこと、ポータブル時のバッテリー持ちが良くなったこと、持ち運びして外でプレイするなら、Steam Deck の有機 EL モデルにした方が良いわけで、逆を言えば家で据え置いて使うだけなら初代 Steam Deck でいいんです。買い替える必要はないんです。ただ、今から買うなら間違いなく有機 EL モデルを買った方が良いですね。ストレージ容量のコストパフォーマンスは高くなってるし、そもそもどこでもゲームをしたいがために Steam Deck が欲しいわけですからね。バッテリー持ちの向上、ストレージ容量の増加、何より明らかに画面が綺麗になっている。有機 EL のディスプレイ代として考えてもプラス2、3万円の価値は十分にある。先ほど申し上げたように他社で有機 EL に対応しているモデルはないし、今後出たとしてもこの値段でできるかって言ったら難しいでしょう。やっぱり有機 EL 綺麗だし、この少しの違いでゲーム体験も変わってるような気がしてるんで、私はもう液晶には戻れない。はい、ここからは私が Steam Deck の両方のモデルを使い続けて気づいたことについて話をしたいと思います。まず私が言いたいのは SteamOS の完成度が非常に高いです。2022年に Steam Deck が発売されてからというもの、似たような形状のポータブルゲーミング PC が数多く登場していますが、Steam Deck と他社のポータブルゲーミング PC は全くの別物であり、比較対象とすべきではないということ。Steam Deck は Steam オリジナルの SteamOS を採用しており、Windows OS のいわゆるパソコンとは全く異なるデバイスなのです。Steam Deck はゲーム機のようなインターフェースで非常にわかりやすいし、ゲームパッド操作にも最適化されているので、コントローラーだけで完結するようにもなっている。PC ゲームならではの不具合も少なく、よくわからないエラーに遭遇する可能性も限りなく低い。Steam 専用のゲーミングデバイスとして非常に完成度が高いのです。パソコンでゲームしてたら少なからず不具合には遭遇しますよね。バックグラウンドで別のアプリが起動しちゃったり、そのせいでフリーズしたり、コントローラーが効かなくなっちゃったり、トラブル解決のため不毛な時間を過ごすことも少なくない。ストレスなく PC ゲームプレイできるって当たり前ではなかったですからね。この辺のところは SteamOS の歴史が長いってのも関係あるでしょう。
そして他社のポータブルゲーミング PC との一番の違いが、ゲームを起動したままスリープできる機能。Steam Deck では電源ボタンを押すとスリープし、再び電源ボタンを押すとレジュームする。好きなタイミングでゲームを中断できて即再開できるわけで、PC ゲームを起動する手間、終了する手間が、ほんとなくなっちゃったの。Windows を起動する時間、シャットダウンする時間だけでなく、セーブポイントに移動する時間までもいらない。ゲームを終わらせるという概念がなくなったので、本当のちょっとした隙間時間でプレイするようになっちゃったわけ。まさにスマホを起動するような感覚で PC ゲームもプレイするようになったので、スマホでゲーム買うなら Steam で買うかってなってるのが今の私。テレビに外部出力して使う場合も、ボタン一つでスリープできるのはすごい便利。ご飯前にリビングのテレビで数分だけ作業プレイしてみたり、急な予定ができても大丈夫。ちょっと待ってって言う必要がないから。だからこそ Steam Deck では PC のように使うべきではないし、Steam 以外のゲームはやらない方が幸せだとも思ってる。デスクトップモードでは PC のように切り替えても使えますが、これはあくまでおまけ。Linux ベースで少なくとも私には使いこなせませんし、だからといって Windows をインストールするなら本末転倒。Windows を使いたいなら Windows ベースのウルトラモバイル PC を買うべきです。この辺は Mac で Windows を使うのと同じ話。ブートキャンプで起動できてもハードウェアは変わらないわけで、素直に Windows を使った方が快適。ROG Ally といった Windows ベースのウルトラモバイル PC については賛否両論ありそうなんで、個人的な意見として聞いてほしいんですけれども、これらの Windows デバイスは正直大差ないですよね。どれを買ったらいいのかわからないっていうのも結構致命的だと思っていて、結局のところどれも小さな Windows ですからね。Windows はあくまで Windows だから、今後も Steam Deck のように使えるようになることはないのです。Windows って Window っていう窓を開いて操作するっていうこともお忘れなく。ゲーム以外の用途ではこの小さいデバイスは使いづらく、小さい画面に最適化して爆発的に普及したのがスマートフォンですからね。何のために使うのか、本当に Steam 以外のゲームもやるのかっていうのはよく考えてから検討した方がよろしいかと。Xbox ゲームパスのために小さい Windows を買うなら、Steam で買ってゲームを所有したいし、Steam Deck でゲームをやった方が快適にできるとも言い聞かせてる。正直 ROG Ally でファンザゲームズをいじってみたい気持ちはあるんですけれども、さすがに外でやったらやばいよね。はい、気づいちゃったこと2つ目。Steam Deck ではゲーミング PC としてそこそこのグラフィック性能があり、AAA タイトルのゲームもプレイできるんですけれども、AAA タイトルのゲームはやらない方が幸せです。ゲームが動作することと楽しめるかってことは別の話。少なくとも私は Steam Deck でAAA タイトルのゲームはやろうとは思いません。Steam Deck で快適に動くゲームとして動作保証されているゲームは HD 解像度が前提であり、PC ゲームはフル HD 解像度がベースとなっているゲームが多い。Steam Deck の HD 解像度では1画面に表示される情報量が少なくなって見づらいし、フル HD 解像度で無理やり表示したとしても7インチの画面では文字も小さくなる。小さい画面では情報量が増えるほどに目も疲れるし、年々細かい文字が厳しくなっているのは私だけでもないはず。ファミコン世代ですからね。AAA タイトルは高品質ゆえに本体負荷も大きくバッテリー持ちも悪くなりファンも回りまくる。熱くなるし、うるさいし、本体も重いし、Steam Deck はボタン配置にも難があるから操作もしづらい。よく寝っ転がってやれるって言いますけど、上向きは腕がしんどいし、うつ伏せも肩をおかしくするし、横向き画面は見づらく首も言わす。小さい画面で長時間やれば目もやられるドライアイ。老眼とは認めたくないけど、やっぱりファミコン世代ですからね。とにかく色々あって、Steam Deck では本気のゲームは厳しいのよ。そもそもの話、AAA タイトルのゲームは高スペック PC の大画面で楽しんでこそ面白い。せっかくの高品質な作品、Steam Deck では活かせないし、この小さい画面でやってしまうのがもったいないんです。サイバーバンクは起動できるけど、この画面でやって楽しいかって言われれば微妙。Steam には5万本以上にも及ぶ膨大な数のゲームもあるので、わざわざ高スペックなゲームを最小構成でやるのかって言ったらないんです。他に楽しむべきゲームは大量にあるし、Steam なら安くも購入できますからね。家庭用ゲーム機で発売されているタイトルの大半は Steam でも販売されるようになっていますし、日本メーカーが作る過去の名作ゲームも販売されまくり、スペックに難があるとは言ってますけど、プレステ4くらいのスペックはありますからね。スマホやスイッチで買っていたゲーム、Steam Deck ならより快適にプレイもできるのです。
必要スペックが低いゲームはインストール容量も少ないので、SD カード一つで大量のゲームが持ち運べるのも素晴らしい。こういったプレイスタイルの変化により、わざわざ家の PC でやらなくていいゲームも増えてるし、むしろ Steam Deck でやりたいゲームが増えている。外でやるために取っておきたいポータブル PC というニュージャンル。積みゲー消化するつもりでどんどん積みゲーが増えていくミステリー。じっちゃんの名にかけてこの謎を。はい、続いて気づいたこと。Steam Deck は外部出力もできますが、大画面のテレビで楽しめるゲームはというと限られます。ドッキングステーションを接続しても自動的に解像度が上がるわけではなく、HD 解像度のままテレビに拡大表示されるだけ。大画面になればなるほど映像が汚くも感じられるのです。Steam 本体の設定を変更すれば、フル HD や 4K でも出力可能にはなるのですが、高解像度で出力できても快適なゲームプレイができるわけではないのです。繰り返しますが、Steam Deck は HD 解像度で快適プレイを保証しており、フル HD 解像度では快適にできるゲームも大幅に減るのです。よって外部ディスプレイで使うなら、より本体負荷の少ない低スペックなゲームを選ぶ必要がある。3D よりも 2D ゲーム。私がよくやるのはカジュアルなサンドボックス系ゲームの素材集め。あとはパーティーゲームとか、やっぱりインディーズゲームですね。基本的にインストール容量が少ないゲームは動作スペックも低いので、インストールした容量で判断するのも一つの方法かと。私の中でゲーム容量 10GB が一つの目安。まあ低スペックなゲームっていうとまたまた誤解が生まれそうなんですが、Steam Deck は Nintendo Switch よりもグラフィック性能は圧倒的に上。スイッチで販売されているようなゲームタイトルならフル HD 出力しても快適にプレイできる。プレイ画質は自由にカスタマイズできるというのも PC ゲームならではの醍醐味ですからね。はい、続いて気づいちゃったこと。Steam Deck ではストリーミングプレイはあんまり使いません。自宅にゲーミング PC があれば Steam Deck を経由してストリーミングプレイできるんですが、ストリーミングプレイするなら別に Steam Deck じゃなくて良いし、他社のデバイスの方が快適だったりもするのです。Steam のリモートプレイは Steam Link アプリで対応可能だということを、Steam Link に対応したデバイスは非常に多く、パソコンだけでなくスマートフォン、タブレット、VR デバイスでもストリーミングできる。最近のスマートフォンは大画面化しており、高解像度で有機 EL に対応したモデルも多い。iPhone Pro Max と Pixel Pro が 6.7 インチ、Galaxy Ultra が 6.8 インチ、Steam Deck の7インチと比較しても大差ないサイズで、それでいて軽量でコンパクト。私は iPad mini の 8.3 インチで Steam Link を起動してリモートすることが多いんですけれども、コントローラーも Xbox、プレステ、スイッチと好きなものが使えるし、コントローラーだけなんで軽い。余っているノート PC でリモートプレイしても良いわけで、Steam Link する側の PC にはスペックも不要ですからね。パソコンなら当たり前にフル HD 対応、ストリーミングアプリも選び放題。別に Steam Link を使う必要もないわけで、例えばパーセクを使えば簡単に Windows PC もリモート操作できるから、Steam 以外の PC ゲームもできたりもするのです。テレビの大画面で Steam Link したいなら、ストリーミングデバイスが一番格安。ゲーム用途で使うなら Chromecast with Google TV よりも Apple TV。処理スペックだけでなく Wi-Fi 性能も高いので、ストリーミングゲームプレイも非常に安定しています。Apple TV は Steam Link だけでなく Moonlight にも対応済み。こちらも Steam 以外のゲームもストリーミング可能。私はこれで Xbox Game Pass のゲームもやり尽くし。一方 Amazon Fire TV シリーズは Steam Link に未対応なので気をつけてください。ムーンライトには対応してますけど、やっぱり Apple TV が圧倒的に使いやすいですね。また、2023年の12月には Meta Quest 3も Steam Link に対応となったので、VR ゴーグル内に大画面表示して Steam のゲームがプレイ可能となりました。普通のパソコンゲームだけでなく、Steam VR の VR ゲームも Meta Quest ならリモートプレイできるのもすごい。Meta Quest はトラッキングもゴーグルだけで完結。これだけで PCVR ゲームが遊べるってすごくないですか？ちなみにメタクエストにはバーチャルデスクトップやイマースドアプリもあるので、仮想世界の中でリモート PC 操作をすることも可能です。PC 操作ができれば Steam 以外のゲームができるというのは言うまでもなく、Apple Vision Pro みたいな空間コンピューターとしてビジネス用途にも使える。Steam だけでなくメタというプラットフォームもすごいのでした。はい、続いて気づいたこと。Steam Deck のストレージ容量は多い方が良いです。何当たり前のこと言ってんだって思うかもしれませんが、以前私は 64GB がコスパ最強って言ってたんですよね。使ってるうちに 64GB では無理があることに気づいたのです。Steam Deck はあくまでパソコンなので、使えば使うほど不要なキャッシュが溜まる仕組み。増え続けるシェーダーキャッシュはストレージ容量を圧迫するし、これをうまく削除してくれる機能が備わっていないのです。
標準システムにはない機能をインストールするためにちょっと複雑な工程も必要だったりする。私は面倒なことはやりたくないし、そんなことをしないために Steam Deck も選んでるからね。実際キャッシュが溜まりすぎるとどうなるのかっていうと、ディスク容量不足って表示されるようになって、ゲームインストールだけでなくゲーム起動も不可能となりました。デスクトップモードでキャッシュ削除アプリも入れられなくって、どうにもできなくなっちゃって最終的に Steam Deck を初期化しました。幸い Steam のゲームデータは自動的にクラウド保存される仕組みであり、ゲームソフトはすべてマイクロ SD カードにインストールしていたので、本体を初期化しても全く面倒なことはありませんでした。これはゲーム専用デバイスゆえのメリットですね。複数のユーザーで使う場合は、キャッシュの溜まるスピードが速く、今後キャッシュが削除できるようになったとしても、容量には余裕があった方が良い。256より 512GB。やっぱり有機 EL モデルがよろしいんじゃないかなと。ちなみにマイクロ SD カードにインストールしたところでゲームの読み込み速度は変わらないし、SD カードにインストールすることで SD カードをゲームカセットのように管理もできるようになります。SD カードのゲームはユーザーを切り替えてもプレイできるし、本体を変えてもプレイできる。有機 EL と液晶でゲームの入れ替えも簡単になるのです。両モデルとも最大 2TB の SDXC まで対応してますが、転送速度は最大 104MB 秒のウルトラハイスピードのクラス1まで。となると選択肢に上がるのはサムスンプロプラスかサンディスクのエクストリームということで、私はエクストリームの方を用意したっていうのは前回の話なんですけれども、正直エクストリームとウルトラの速度の違いは体感できませんでしたので、ウルトラでいい。この辺はやっぱり本体処理スペックが低いからっていうのがあると思う。読み込み速度を速くしたところで APU が足引っ張っちゃってるんじゃないかなと。あと、マイクロ SD カードって 1TB になると一気にコスパが悪くなるので、使うなら 512GB まで。大容量が必要なゲームって Steam Deck では向いてないっていうのは先ほど申し上げた通り、私は 512GB1 枚で十分だと感じています。はい、続いて気づいたこと。Steam Deck は Steam の新しい機能、Steam Family との相性が最高です。Steam Deck はもともと複数のアカウントで使えるデバイスでしたが、2024年3月に Steam Family が実装されたことにより、さらに家族で使いやすいデバイスへと進化しました。Steam Family は誰か一人が買えば家族6人で楽しめるという機能。各々のアカウントで購入したゲームは自動的に家族みんなで共有される仕組み。従来のファミリーライブラリシェアリングとは違い、ゲーム1本単位で貸し借りが可能となったので、同じゲームでなければ同時にゲーム起動できるようになったのです。借りている人は買った人と同じようにオンラインプレイできるので、貸し借りするというよりも家族単位でゲームを所有するようになったという感じですね。また、Steam にはリモートプレイトゥゲザーという機能もあり、対応ゲームならゲームを所有してない人とも遊べるのも素晴らしい。参加するゲストはスマートフォンで良いわけで、Steam Deck 1台あればゲームデバイス持ってない人とも一緒に遊べてしまう。ゲームをホストするデバイスとしても優秀なのです。Steam Family やリモートプレイトゥゲザーについては、以前の動画でも詳しく解説しているので、よろしければそちらもご覧ください。このファミリー共有という仕組みは、2014年に Apple が導入しており、Google の Android がファミリー共有を導入したのが2017年。そして今年、2024年にゲームプラットフォームの Steam までもファミリー共有を導入したのです。この辺のところは Apple が Vision Pro を販売開始したことで VR コンテンツまでもファミリー共有できるようになっちゃうので、それに対抗するために Steam Family を開始したんじゃないかなと思ってる。VR の最大手メタも現時点では本体ベースでのアプリ共有しかできませんからね。ファミリー共有貸し借りができることが何がすごいのかって、私一人がお金を出すだけで家族6人まで使えてしまう。言ってしまえばゲームソフトの価値が6倍に増えるわけです。さすがに6倍は言い過ぎですけど、私だけのつもりが家族みんなまでも楽しめるってなれば、そりゃお財布の紐も緩みますよね。ゲームソフトの価格も非常に安く感じるし、実際 Steam のゲームはどのプラットフォームよりも安い。他のプラットフォームにあるゲームは一通りあるし、ないのは任天堂のゲームぐらい。定期的にあるセールで激安購入もできるし、世界最大のゲームプラットフォームであるがゆえに、買ったゲームができなくなってしまう可能性も限りなく低い。結局のところ本体よりもお金を使うのがゲームソフト。ゲームソフトがどこよりも安く買え、いつまでも遊び続けられることが一番安上がりですからね。ゲームソフトという物体がない時代、ゲームする権利だけを買ってることもお忘れなく。ちなみに私は2010年から Steam を愛用してるんですけれども、約15年前に買った PC ゲームが
Steam Deck でそのままできるようになるとは思いもしなかったし、買い集めてきたすべてのゲームが家族で楽しめるようになるってのもなかなか感慨深いものがあるのです。家族にゲームが貸せることで Steam Deck の価値も増加しまくり、Steam Deck を買い替えるではなく、誰かと楽しむために追加購入してもいいんじゃないかな。はい、最後にまとめです。Steam Deck から Steam Deck UKL に進化しただけでなく、Steam Deck に合わせて Steam というプラットフォームも進化しているということ。本体スペックだけでしか勝負できない PC メーカーとは根本的に違うのです。Steam Deck は誰かとゲーム共有することまで考えられており、Steam Deck が増えることでゲームをホストできるデバイスも1台増えるということ。ゲーム専用デバイスが増える利点は、思った以上に大きいとも感じています。パソコンってゲーム以外の用途にも使うので、誰かに貸すのも抵抗があるんですよね。その点、ゲーム専用の Steam Deck なら余計なデータを見られる心配もないし、下手にいじられても困らないから安心して貸せるし、なんかあった時のメンテナンスも楽なのです。ただ、勘違いしてはいけないのは、Steam Deck は高スペックだとは言い難く、従来のゲーミング PC とはまたちょっと違うデバイスだということ。本気の PC ゲームは Steam Deck では無理があるし、あくまで PC ゲームをカジュアルに楽しむためのサブ機。何をするにもゲーミング PC は1台ないと困るのです。結局パソコンかよってなるんですけれども、すでに家庭用ゲーム機って社用産業、Steam Deck が普及することでよりこの傾向は強くなる気もしてるし、皆さんすでに気づき始めてますよね。家庭用ゲーム機はゲームソフトも周辺機器も高いし、オンラインプレイも有料でゲームソフトも1人1本必要。これならパソコン買えるんじゃねえのって。スマートフォンで何でもできる風潮ですが、スマートフォンでは Steam のゲームはホストできませんし、世の中のコンテンツはほとんどパソコンで作られてますからね。こういったコンテンツ販売のルールやプラットフォームの仕組みを理解するためにもパソコンはあった方がいいし、自分の子供に PC の仕組み、世の中の仕組みを理解してもらうための導入アイテムとして Steam Deck がきっかけになればいいんじゃないかなと。なんかもっともらしいことを言おうとして何言ってんのかちょっとわかんないんですけど、結局のところ私はゲームが好きなだけ、少しでも長くゲームをやりたいだけで、いやほんと私みたいにならないように気をつけてください。というわけで今回はこの辺でおしまい。